ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国における新型コロナが感染爆発を起こしているようなので取り上げようと思います。つい先日のことですが、中国ではゼロコロナ政策の転換が行われました。感染者が見つかった地区を丸ごと封鎖するといった政策が一気に取りやめとなったのです。ところが、政策が転換されたからといって別に新型コロナがなくなったわけではありません。かつての致死率が非常に高かった頃に比べれば、現在の新型コロナは感染力は上がっているものの致死率は下がり、新型コロナと言いつつも、実質的には旧型コロナ、風邪のウイルスの一つに合流しようとしています。ですから、世界各国ではもう新型コロナの脅威を声高に言うような段階ではありません。もちろん感染者数がすごく多くなれば問題なわけですが、まさに中国においては、そうした感染者が一気に増えるかもしれない、そうした危険な状況に陥っているようです。そのことによって、せっかくゼロコロナ政策が終わったのに、第2の全く新しい形でのゼロコロナ政策がまた行われようとしています。一体どのようなことなのか、そのことに解説していこうと思います。中国ではどのようなことが起こっているのか、現地からの感染爆発の様子がわかる記事を見ていきましょう。中国コロナ、感染爆発の様相か。部署は全滅、社員9割感染。ゼロコロナ政策が緩和された中国で、新型コロナの感染が急拡大している。日系を含め多くの企業で、部署のほぼ全員が感染するようなケースが相次ぐ。政府が感染者の全数を把握することをやめたために、正確な数字は不明だが、取材からは、感染の爆発に近い実態が見えてきている。営業や総務の社員はほぼ全滅した。首都の北京市内のある日系企業では、オフィスに勤める十数人のほぼ全員がコロナに感染したという。今週から全員が在宅での対応に切り替えざるを得なくなった。北京市内のインターネット関連企業に勤める中国人女性は、自身も今週初めに感染した。50人弱の社員のうち9割が感染した。日系メーカーの男性は、周囲のほぼ全員がかかっているような印象だと話す。感染の拡大によって北京の物流にも影響が出ている。国家郵政局はコロナ感染拡大の影響で運送会社各社の配達員が足りず、置配など末端の配送に大きな影響が出ているとした。ネットスーパーでも感染拡大で利用者が増えていることも影響してか、配達員が足りずに配送できないケースが増えているという。ネット通販大手の会社は北京での配達員が足りないとして、他の16都市から1000人の配達員を呼び寄せたと発表。今後も数百人を週内に追加で呼び寄せるという。ツイッターでは真偽不明ながらも、北京の物流拠点において配達員が全く足りないために、荷物が山積みになり、倉庫街まで溢れているといったような映像なども出てきています。これは部署ごとの連携が全く取られておらず、荷物を他の町から物流拠点に持ってきているんだけれども、現地においては受け入れるためのスペースが全然ないといったことが、物流網の麻痺を意味しています。中国でいち早くゼロコロナ政策を転換した広州でも、感染があっという間に広がった。ショッピングモールやレストランも閑散としており、経済活動にも影響が出始めている。中国政府系のインターネット関連企業は、100人余りの社員の約半数が感染した。同社関係者によると、先週は20から30人だった感染者がみるみるうちに増えたという。同社の北京の事務所は約150人のうち7割から8割が感染し、今は誰も出社していない。広州にある日系企業の事務所でも100人近い社員の2割前後が感染した。熱が出た。喉が痛い。日を追うごとに周りの人が次々と異変を訴え、出勤する人が毎日減っていくという。広州郊外に工場がある大手日系企業の現地法人社長は、7日のゼロコロナ政策転換までは、感染者はほぼいなかったが、急激に増えたと話す。現時点では、工場や営業所の閉鎖には至っていないが、感染者が大幅に増えれば、生産や販売への影響は避けられない。政府が何の対策もなくゼロコロナを緩和したので、かえって不安を増長させてしまったのではないか。7日からのゼロコロナ政策の緩和で、PCR 検査を受ける人が激減しているほか、13日分からは無症状感染者の統計も発表されなくなった。北京市内の医療機関で発熱外来を受診した延べ人数は11日、1週間前の16倍に上った。感染爆発は始まったばかりで、
経済などへの影響が全国に広がる恐れがある。記事の中に出てくるのは基本的には日系企業の人々の間において感染者が一気に増えているよということを示しています。このような状況は別に日本人や日系企業だけに特有の状況として起こっているわけではなく、そこから連想させるのは他の場合においてもほとんど同じような状況が起きているだろうということです。このようなことになっている背景としては何といってもゼロコロナ政策をいきなりやめて、そのためのウィズコロナ政策へと転換するステップが全く踏まれていない。本当にいきなりビタッとそこからやめてしまうというこの急激な変化そのものが大きな問題になっています。新型コロナウイルスにかかっているかどうか調べる PCR 検査場については一気に廃止の動きへと進み、新型コロナウイルスにかかっているかかかっていないか、検査の結果を通知したり報告したりするアプリについても一気に機能停止へと進んでいます。そして中国政府自身も新型コロナウイルスにかかっているかかかっていないかについて報告を求めないし、少々の具合の悪いのであれば家で休んでいればいいという具合にして、かなり国民を突き放すような状況になっています。専門家の人たちは感染力は確かに上がっているが致死率は下がっているんだからもうみんな心配するな。だから新型コロナウイルスかどうかを検査する必要もないし、報告する必要もない。そういった具合にして、これまでとはあまりにも対応が異なっているのです。本来であれば、新型コロナウイルスは致死率が下がってきているんだから、重症化率も同じように下がっており、ウィズコロナ政策へと転換するのは世界標準の政策でもありますから、それほど大きな問題にはならなかったはずなのです。しかしそれはあくまでも、徐々に感染者がいる中においても少しずつ政策として馴染んでくるものであり、これまで徹底的に抑えてきた中国においては、一気に免疫がない人々の間で感染爆発を起こすようなことになってしまっているのです。本来であれば致死率が下がっているのであるから、重症化率も同じようにして下がっており、家で休んでいれば多くの人が治るはずです。しかし、北京においては、発熱外来を訪れる人たちが非常に多くなっているということから、たとえ致死率や重症化率が下がっていたとしても、そもそも論として感染者のその総数が莫大な数へと膨らみ上がっている感染爆発が起こっていると考えるのが自然ではないでしょうか。かつてに比べれば、新型コロナウイルス患者に対する対応策といったものは、標準的な治療方針も決まっていますし、治療薬も出ています。そういった意味では、かつてほどの死傷者は出ないとは思いますが、しかし、一気に感染爆発が起こる。例えば1億人、2億人、3億人、4億人、5億人といった数での感染者が出れば、たとえ致死率が下がったとしても、中国においては大きな経済的な麻痺が発生する可能性があります。ここ最近の中国政府はそうした意味では、経済政策として中国経済を痛めつけたとしてもまた気にしないというちょっとよくわからないことをしていることも多く、新興企業いじめをしていたり、特定の産業に対する圧迫や規制を強烈にかけて産業そのものを衰退させたりなどもしています。そういったことも考えると、今回のような新型コロナウイルスによる感染爆発についても、致死率が下がっているんだから、経済的な麻痺が起こったとしても全く気にしないといったような政策を取るかもしれません。なお、そんなちょっと意味不明な中国共産党ですが、中国国内においては、新型コロナウイルスの名称変更を進めようという動きなどもあるそうです。これは習近平国家主席の進めたゼロコロナ政策はまさにコロナには打ち勝ったんだという一区切りをつけて、その後の感染爆発については風土病が広がったんだよぐらいにして話をすり替える政策かもしれないのです。そんな支離滅裂な中国共産党の政策に振り回されて日本企業も巻き込まれるのであれば、中国に進出している日本企業はカントリーリスクということも考えて、ぜひとも中国への依存度を下げてほしいものです。今回は新型コロナの話ではありましたが、台湾有事のことなども考えると、やはり中国とのビジネスというのは基本的にはこれから推進すべきではない分野だと言えるのです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。